皆さんこんにちは。おなおドーナツの時間始まりました。今日はこねないパン作っていきたいんですけれども、また海外の動画で見つけました。こちらのかわいい三つ編みのこねないパン作っていこうと思います。おなお大丈夫ってね白い粉出てるけど大丈夫って思いましたか？こちらなんか材料にキャスターシュガーっていうのが書いてて、何でしょうかそれっていうことで調べてみたら、なんか外国ではメジャーらしいんですけど、グラニュー糖を砕いたやつということで、今日はちょっとそれを別に普通の砂糖でいいと思うんですけど、作ってやってみました。さてさて、じゃあ今日作るパンなんですけれども、エプロン先生のこちらのレシピ参考にして作っていきたいと思います。ちょっと難しそうなんですが、すっごい可愛かったからちょっと今日はチャレンジしてみようと思います。で、こちらの動画のタイトル、いいえこねるパンこねるんかいってそうなんですよね。タイトルはこうなっちゃってますけど、こねないパンになります。で、今必死にね混ぜ混ぜしてて、これがもうこねてるんじゃないかって言われたらそんな気もするんですけど、ちょっとねこのなんていうんですか、粉気がなくなるを通り越してちょっとべちゃっとするまで先生が混ぜてはったんで、べちゃっとするまで混ぜてみました。で、2時間経ったらこんな感じでプルンプルンに、ね、なってました。で、今日は本当にこねないパンもさっきからうるさいなって感じなんですけど、普通なんかこうこねないパンと言いつつも結構ちょこちょこお世話しないとダメですねみたいなレシピが私の中で多いなって思ってたんですけど、最初の1回の混ぜ混ぜと今やってるこの2回目の混ぜ混ぜだけやったらもう OK ということで、これを取り出して丸めていきます。なんかね、すごいベジャベジャっとしてるんで、ちょっと粉をたっぷりつけさせていただきましたこんな感じになっちゃうから、なんかね、粉もあんまりつけちゃダメですよ、警察もいるんですけど、すいません、ちょっとたっぷりつけました。で、こんな感じでね、なんかちょっとよくわかんないんですけど、先生はこんな感じでくる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 回して丸くしてたので、ちょっと見よう見まねでやってみます。はいということで、これを30分また待っていきます。はい、ここまで来ましたということで、成形ですね。可愛い形にしていきたいんですけど、まずですね、手順としましては、この丸い塊の3分の1ぐらいですかねを平たく伸ばしますと。で、そこに切れ目を入れて三つ編みにしていきたいです。ちょっとね、ちょっとくっつくから粉をつけて、そうですね、丁寧にそーっと伸ばしていきます。分かってる分かってる、みんなの言いたいことは分かってるそうや、破れたでちょっとねめちゃくちゃ焦ってる柔らかいからかな、丁寧にやってたつもりなんですけどね、めちゃくちゃ破れちゃってもうパニック。あんなに落ち着いて始めたのにもうパニックよ。とにかくね、薄くしなくてよかったんですよね、きっとね。なんか薄く伸ばそうってしちゃったんだけど、先生のやつ見たらそんなに薄くなかったし、ただこうヒューッと簡単に伸ばせばよかったのに、
ごめんなさいね、もう全部言い訳です言い訳をつらつらととりあえずこんな感じになりました。ちょっと違うねんけどな。で3つに切りまして、これを三つ編みにしていきます。三つ編みもようわからんようになっちゃってんねんけどとりあえずここそうこんな感じでねなんですけど、もうほら破れちゃってるし、なんかきしめんみたいになっちゃってるし、先生のやつはもっとこうボリュームがありましたよね。なんか三つ編みにね、ひょろひょろひょろってなんか細っそうやな、これぐらいのボリュームがありましたよね。で細ってなって、いやなんかねちょっと違いますよね。なんか最初に見てた先生のあのパンと違いますよね。なんか細ってなってやったなこいつ、本当にやりましたね。本当にダメです。本当にごめんなさい。もうあるまじき行為ですよねちょっと本当にごめんなさい。ちょっともう一回だけチャンスをください。すいません。ということで戻ってまいりました。意外に戻れるんやってね戻ってまいりました、ここまでということで、ちょっとねさっきの教訓をもとにあんまり薄くしちゃダメだったんですよね。だからちょっと分厚めで、そうあんまり引っ張りすぎない感じで生地をね、三つ編みをもう一回編んでみました。ごめんなさいね、本当皆さんすいません。生地もねだるんになっちゃってね、本当にすいませんなんですが、今一度チャレンジです。ボリューム的にはまあいいんじゃないでしょうか。ということで、とりあえずできました。いいんじゃないということで焼いていきます。じゃなかったですすいません。霧吹きをねしようと思ってたんだ。霧吹きをこの生地の方に今日はたっぷりしてみます。こんな感じでね。でオーブンの方は温度が下がっちゃう説をちょっと今日は信用して、オーブンの方はそのままで生地の方にかけて210度25分焼いてみました。さて今日はどうなりましたでしょうかと。いいんじゃない？どうですか皆さん。ちょっとなんか三つ編みのところは忘れてみてください。一回ピュアな目で見てください。皆さんどうでしょうか？可愛いんじゃないでしょうか。あとなんかちょっと美味しそうっていうね。そうこっち側ね、なんていうの、向こう側っていうのちょっとねグダグダになってますが、こっちの方はねいい感じだし、皮もねちょっとパリパリしてます。ちょっとね切ってみます。中はどうでしょうか。はいと、三つ編みのとこちょっと見てみてください皆さん。やっぱりね、ああいうやっぱりなおばさん、こういうことするとこうなっちゃうんですよね。なんかカチカチですよね。中のところはねめちゃくちゃ美味しそうなんですけど、ふわふわな感じのね。反対側も同じですね。やっぱりここがカチカチになっちゃいましたね。ということでちょっと食べやすい大きさに切ってきます。ただいまということで、改めてパンのところはね美味しそうですね。なんか2回混ぜだけで全然パンになりますね。でここもね綺麗な模様でいい感じじゃないでしょうか。ちょっといただきます。
でなんでしょう、ハード食パンっていうんですか、皮のところが結構なパリパリな感じで、中はもっちりな感じの食パンの味って感じですかね。そういうパンができました。ちょっとね、なんか簡単なのか難しいのかちょっと微妙なラインで、私にはちょっと難しかったんですが、一応形にはなったんじゃないでしょうかということでなったよねということで、本日はここまでとなります。いつも本当にご視聴ありがとうございます。また見てね。バイバーイ。